ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はラーケランよ。誰？ラーケランと聞いてすぐに誰のことか分かった人は相当なスカイリムマニアね。私も全く意識してなかったから最近まで見逃していたのだけど、彼こそが私が探し求めていた死体の一つよ。彼が一体どこの誰なのかは後で説明するとして、まずは性能を見ていくわよ。始まるよー。ラーケランは片手武器を得意とする軽装戦士よ。彼の最大の強みは、その攻撃力の高さにあるわ。彼はエクストラダメージ 2.5 を持っているから、片手武器による攻撃で大ダメージを与えることができるわ。ただ敵として出てくる NPC にはエクストラダメージ持ちは珍しくないから、それだけでは特別な死体とは言えないわ。それじゃあ彼の一体何が特別なのかというと、それは、種族がカジートだということよ。カジートは素手の攻撃力が高くて捨て頃に向いているのだけど、エクストラダメージを持つカジートがかなり限られているわ。このシリーズでは何体かエクストラダメージ持ちのカジートを紹介してきたけど、鎧を着てなかったり保存が不可能だったりと全員何らかの問題を抱えていたのよね。ところがこのラーケランは全身に鎧を着てるし保存も可能だから、ようやく出会えた欠点のないエクストラダメージ持ちのカジートというわけよ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがラーケランのステータスよ。一番重要なのはエクストラダメージ 2.5 を持っていることね。これは片手武器のダメージを 2.5 倍、両手武器のダメージを 1.75 倍にする NPC 専用のパークよ。素手のダメージも 2.5 倍になるから、種族がカジートの彼なら素手の攻撃で最高クラスのダメージを出せるわ。片手武器と両手武器の適性があるしパークも多く所持してるから、本当はこれらを装備させた方が強いのだけど、それだともっと強い死体がいるからわざわざ彼を使う理由がなくなってしまうのよね。彼が装備してる鎧は最低ランクの革の鎧なのだけど、軽装に適性があって、しかも NPC にしては珍しく適切な装備が機能してるから、これでも獣人の中では防御力は高い方になるわ。普通に近接戦士として優秀なのだけど一部の最強クラスの死体と比べるとさすがに見劣りするし、何よりレベルが25しかなくて武装解除を防げないというのは近接戦士としては大きな不安要素よ。防御の適性もあるから盾を持たせれば攻守ともにバランスの取れた死体になれるのだけど、それだとそこそこ強い死体でしかないから、やっぱり彼の強みは捨て頃獣人としては最強という点に尽きるわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ファルクリース監獄でシンリングに話しかけると始まるクエスト。月明かりに照らされてを進めると、ブローテッドマンの洞窟でシンリングを倒すかどうか選べるのだけど、助けるルートを選ぶと複数の狩人と戦闘になるわ。ここの狩人はなぜか個別に名前が付けられているのだけど、そのうちの一体が、ラーケランよ。会話があるわけでもないし、やけくそのように名前だけ付けられてるから印象に残らなかったけど、こんなところに私たちが探し求めていた死体が紛れていたというわけね。狩人を全滅させたらシンリングに話しかける前に蘇生させて、そのまま外に出れば、彼の死体が手に入るわ。シンリングに話しかけてクエストを完了させてしまうと、エリアを切り替えた後に強制的に死体が消えてしまうから、彼の死体が欲しいならクエストを完了させてはダメよ。これはシンリングを倒すルートでも同じだから、彼の死体が欲しいならクエスト報酬は諦めるしかないわ。治療術師にとっては死体の方が重要だからそれはいいとして、問題なのはハーシーンの呪われた指輪が外せなくなってしまうことね。ただこれはウェアウルフか吸血鬼の王に変身して元に戻れば外せるようになるから特に困ることはないわ。彼の中身はプレイヤーのレベルに応じて雑魚山賊のどれかから割り当てられるのだけど、プレイヤーのレベルが25以上なら最高ランクの山賊略奪弾になるわ。彼のレベルが決まるタイミングは2つあって、1つはブローテッドマンの洞窟に入った瞬間、もう1つは白シカを倒してハーシーンとの会話が終わった瞬間よ。レベル24以下でブローテッドマンの洞窟に入ってしまうと、クエスト開始時点でレベル25以上だったとしても、ラーケランのランクが下がってしまうから注意してね。クエストを完了させない限り彼の死体が消えることはないから、保存アイテムは持たせなくても大丈夫よ。この手に限る。ラーケランは捨て頃獣人としては最強と言っていい性能だけど、
そもそも NPC は素手で戦わせようとしても、近くに武器が落ちてると勝手に拾ってしまうのよね。属性の違う破壊魔法の杖を2本からにしてから持たせると、武器が落ちてても拾わなくなるから捨て黒ジュートとしての運用が可能になるわ。さらに詳しい条件についてはより確実な捨て黒従者の作り方という動画で解説してるから見てみてね。カジートが素手で戦う姿を眺めるのは楽しいのだけど、戦力として優秀かというと、残念ながらそんなことはないのよね。だから彼の最も有効な活用法は、他のカジート従者やジュートにも捨て黒をさせて、捨て黒カジート軍団を作って眺めることよ。ラーテラン以外のエクストラダメージ持ちのカジートについてはこの動画で紹介してるから、捨て黒カジート軍団を作りたい人は参考にしてね。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はラーケランについて紹介したわ。あまりにも影が薄くて今まで見逃していたけど、捨て黒ジュートとしてはおそらく最強の死体よ。クエスト報酬がもらえなくなってしまうのは残念だけど、それを考慮しても手に入れる価値のある死体だと言えるわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。